夫が亡くなった後、ユキは保険証券という言葉を思い出した。テーブルの端に黄色い封筒が重ねて置かれている。会社から配られていた団体保険のお知らせ。開かれたことのないまま角が少し丸くなっていた。でもその夜はそれどころではなかった。義兄が低い声で言う。たかしの事業かなりヤバかったみたいだ。カードもローンも相当あるかもしれん。娘のメイが湯飲みを握りしめたまま固まる。借金まで私たちが払うの？ユキは即座に首を振る。ママが何とかする。その言葉だけが自分を支える防波堤みたいだった。なんとかするってね、だいたい何にも知らないまま決めるときに使う言葉なんだ。通夜が終わって数日後、義兄に連れられて小さな事務所を訪ねた。司法書士と名乗る男が机の上に紙を並べていく。借金が多いかもしれないということであれば、奥様とお嬢さんには相続放棄をお勧めします。それをしたらどうなるんですか？初めから相続人ではなかった扱いになります。財産も借金も一切引き継ぎません。ユキはうつむいたまま質問する。生命保険とか会社からのそういうのもですか？一瞬だけ男の手が止まりかけて、すぐにまた動き出した。細かいものを精査していると3ヶ月の期限に間に合わなくなることもあります。借金から家族を守るという意味では、今ここで放棄の方向で決めてしまうのが安全です。義兄が横から口を挟む。そうだよ、借金あったら終わりだ。期待しない方がいい。細かいものってさらっと言ったね。そこにだいたいでかいもんが紛れてるんだけど。彼女は握りしめたペンを見つめる。家のローン、学費、生活費、借金まで背負ったら、この子を守れないという恐怖が胸の奥を締め付ける。放棄します。ペン先が紙に触れた瞬間、インクと一緒に見えない可能性が一つ断ち切られた。春が過ぎて49日が終わった頃、ポストに分厚い封筒が届いた。高志様の死亡退職金および弔慰金のご案内。封を切るときちんとした字体で数字が並んでいる。団体生命保険金500万円、死亡退職金、弔慰金300万円。ユキの手が震える。こんなに本当に私たちが？義兄に電話する。でも俺たち相続放棄したからな。そういうのももう関係ないんじゃないか。電話の向こうで水を飲む音がした。放棄して借金から逃げたんだから文句言えんよ。忘れた方がいい。メイも封筒を覗き込みながら言う。借金なくなったならこれくらいしょうがないと思う。そうよね。ユキは封筒を畳んで仏壇の引き出しにしまった。しょうがないって言葉で片付けた瞬間、大抵何か大事なものを見落としてるよ。誰も引き出しの中を覗き込まないまま夏になった。ある日、ユキはスーパーの休憩スペースでパート仲間の佐伯さんと話していた。うちはね、夫が亡くなった時、会社から保険金と退職金が出て本当に助かったのよ。ユキは胸の奥がざわつくのを感じる。相続放棄しててもそういうのって？受け取り人が妻とか家族になってたら別扱いのもあるでしょ。ちゃんと聞いた？司法書士さんには全部放棄しとけば安心って。そこで会話が途切れた。全部って便利な言葉だよね。考える手間も一緒に放棄できる。ユキは笑ってごまかし、その日は話を終わらせた。でも帰宅後、仏壇の引き出しを開ける手が止まる。もしあの時中身をちゃんと読んでいたら、もし受取人という言葉の意味を調べていたら、そんなもしが封筒の紙の匂いと一緒に立ち上がる。数日後、ユキは勇気を出して別の専門家に相談に行った。机の上にあの日しまった封筒をそっと出す。これ相続放棄した後に届いたんです。もう関係ないと思って。男は静かに書類を読み、少し目を細めた。この生命保険受取人は妻と指定されていますね。はい。でも私は相続放棄していても、これはあなた自身の権利として見られる契約形態です。本来なら請求できた可能性が高いですね。時間が止まったように感じた。でももう半年以上経ってて、司法書士さんにも全部捨てる決断って。
司法書士の方がどう説明したかは分かりませんが、相続放棄イコール保険も退職金も全部ゼロと受け取ってしまう方は少なくありません。守るために急げって言われると人は確認をサボる。サボったコストはいつも後からもしって名前で請求書が来る。専門家は続ける。今からでも保険会社や会社に確認はできます。ただ規定や期限の問題もあります。帰り道、駅のホームでメイが口を開いた。ママ、もしそのお金ちゃんともらえてたらさ、私大学諦めなくてよかった？電車が入ってくる風が会話をかき消す。ユキは答えようとするが言葉が喉で崩れた。ごめんねと言えば一生残る。仕方ないよと言えば自分をごまかす。ユキ、あの時知らなかったのは罪じゃない。でも知らないままで決めた責任は大人が引き受けるしかないんだ。メイには見えないその横顔は優しくも少し厳しかった。秋になりポストにまた封筒が届いた。奨学金制度のご案内。メイは自分で申し込み書を書いている。ボールペンのインクが用紙を滑る音をユキは黙って聞いていた。仏壇の下の引き出しにはまだあの日の封筒が残っている。それを捨てられないのは紙の価値ではなく、あの時調べなかった自分がそこに張り付いているからだ。この話は失敗談じゃない。借金が怖いからとりあえず全部捨てるって考え方の末路だよ。もし今家に保険、共済、退職金って書いた封筒が眠ってるなら、放棄する勇気の前に開いて確認する手間を使って。ユキはようやく引き出しから封筒を取り出し、そっと開いた。もう戻らないかもしれない。でも一度も正面から見てこなかった現実にようやく目を向ける。次は知らないまま決めない。その小さな決意だけが彼女と娘のこれからをつなぎ止めていた。知らなかったで奪われたお金は戻らない。でも今知った人の未来はまだ変えられる。